金に次ぐ価値を持ち、赤く輝く謎の金属オリハルコン。伝説の都市アトランティスの神殿の外壁はその輝きで照り生えていたといいます。このオリハルコンが何だったのかは今でも謎だとされています。真鍮、つまり銅と亜鉛の合金だったという説が最も有力です。真鍮は錆びにくく、確かに赤く輝く特性を持っています。しかしこの真鍮説には決定的な反論があります。それはアトランティスが海に囲まれた都市であったということです。真鍮は潮風にさらされる環境ではすぐに酸化して色が変わってしまい、永遠に輝き続ける素材ではないというのです。今回はアトランティス・スンダランド説に基づいて、その首都のあった場所に関する現地研究者の説と、潮風にさらされても光り輝いていたと考えられる銅系の金属オリハルコンについても考えてみたいと思います。海の真ん中にとても広い平野があり、北側は山が連なり、南に向かって緩やかに傾いた土地だった。その平野は縦が3000スタディオン、横が約2000スタディオンの長方形だった。アトランティスの首都がどこにあったのか、スンダランド研究家のイルワント氏はプラトンの記載した条件に最も近いのは、その広さと形と地形から南カリマンタンの平野とこれにつながるジャワ海の海底地形の一部だと述べています。南カルマンタンは千の川の町と呼ばれるほど川が多く、その川と川の間に築かれた水路を日常的な交通手段とする昔からの伝統的な生活が今も残っていることで知られています。雨水が水路に流れ込む仕組みが洪水を緩和し、雨の降らない季節の農業用水としても利用できるという画期的な仕組みです。この地方は船の上で売り買いするという水上マーケットという伝統が残っていることで観光地としても有名ですが、同じような水上マーケットの伝統はタイやラオス、カンボジアなどにも存在しています。イルワント氏はこれらの起源はスンダランドが水没していった時代にまで遡ると言います。スンダランドが沈み始めたのはおよそ1万2000年前とされていますが、実際には1万4000年前にはすでに始まっていました。アトランティスが沈んだとされる1万1600年前頃には氷が溶けて温暖化が加速し、海面上昇も一気に進んだ時期でした。その頃、スンダランド以外でも大きな変化がありました。ベーリング列強が水没して、北極海と北太平洋がつながり、日本列島も大陸から分かれるなど、現在の海岸線はこの頃に形成されたものが多いといいます。そんな中、スンダランドの中心部、現在の大陸棚にあたる広大な平地では浸水が一気に進んだわけですが、低地が浸水するということは現実的にはこれまで徒歩で行けた土地が船でしか行けない場所に変わってしまうということでもあります。自然にできた新しい湾や入り江を整備して船で物や人を運ぶことが日常的になりました。さらにこの温暖化の影響でモンスーンの影響が強まり、激しい豪雨が降った後溜まった水を素早く海や川に流すために運河や水路を整備する必要もありました。そうすると農業に適した広大な土地が開かれます。特にそんな土地に適した作物が稲だったのです。東南アジアには野生種の稲が古くから存在していました。つまり土地を失ったスンダランドの人々は家族単位で移動しながら船で暮らす海の民、ヌサンタオになった人々がいた一方で、残された陸地に逃れて農耕で生活するという選択肢もあったわけです。プラトンはこう書いています。山から流れ出る水は人工の堰や水路によって平野を潤し、雨季には雨が、乾季には水路の水が田畑を潤した。そのためアトランティスは年に2回の収穫が可能だった。この描写を南カリマンタンの平野と照らし合わせると、アトランティスの首都にあたる場所は現在海底50メートルほどの深さに沈んでいる大陸棚にあたるということになります。
アトランティスが沈んだとされる頃の地形図によれば、この辺りはまだ陸続きで、ちょうど湾の入り口のような形になっていました。プラトンはアトランティスの首都について3本の海水の輪と2本の陸地の輪が交互に形成されていた。運河を通して海から水が引き込まれていたと書いています。つまり円形都市は海に浮かぶ島ではなくて陸地にあって運河に囲まれ仕切られていたっていうことなんですよね。海とは9キロほどの運河でつながっていたということなんですが、これももしかすると海面上昇によって自然にできた地形を補強したり整備したものだったのかもしれません。この水路の構造は南カリマンタンの水路と同じ発想で、外の海から押し寄せる津波や洪水を何重にも防ぐためのものだったと解釈することができます。たとえ数ヶ月で変色してしまうとしても、外壁が赤く輝く金属で覆われていたというと、やはり加工のしやすさからしても同型の合金であった可能性が高いと考えられます。このカリマンタン島やその北側にあるブリトン島は現在でも金属資源がすごく豊富なことで知られています。つまり銅も合金を作るためのその他の金属も豊富にあるという環境だったわけですが、それにしてもこの貴重な銅を内装だけじゃなくて外装にまで使ったというと、かなり無茶なプロジェクトだったということが想像されます。でももしこれが聖なる金属のパワーで沈まないシェルターを作ろうとしたのであったのなら、そんな大規模な銅の使用もあり得たかもしれませんよね。銅というのは古代の社会では神聖な力があると信じられていたんです。銅を混ぜた合金だったということから思い出すのは、世界最古のシュメール文化の元になったと言われるウバイド文化でも、赤く光る銅は神殿を守る重要な宝物として扱われていたということです。海面上昇で土地がどんどん沈んで、もしかしたらこのまま世界全部が沈むのかもしれないという社会的な不安があったとしたら、絶対に沈まない安心できる場所がどうしても必要だったのかもしれません。そしてそれは誰もが安心できると信じられる最高級の素材を使うこと。プラトンの記述によると、外壁が赤色に輝いていたということなので、それは真鍮のような銅を使った合金で覆われた壁が完成したばかりの頃の情報だったかもしれません。そして耐久性が試されることなく、巨大災害で一夜にして沈んでしまった。神聖な金属でもダメだということが分かったので、それからはジックラット、ピラミッド、高いところを祀る文化はもしかしたらその後から始まったのかもしれないですよね。聖書創世記のノアの洪水にもバベルの塔にも通じるものがあるような感じもしますよね。もちろんこれは想像の部分も多いです。でもここまでストーリーが広がっていく、これこそがスンダランド・アトランティス説の面白さなんです。失われた都市がジャワ海にあったという著作の中で、イルワン都市は円形都市が沈んだ具体的な地点まで推定しています。それがジャワ海に残された小さな島、バウェアン島です。ここにはプラトンの記述にある温泉、冷泉の源泉が両方あるという場所が実際にあります。さらに都市建設に使われたとされる白、黒、赤3色の岩の建材も豊富にあるんです。そしてバウェアン島の北東の海域にあるゴソンギア、英語名でアンニー・フローレンス・リーフという浅瀬の海底です。その海底に円形都市が沈んでいることを思わせるリング状の地形があるかもしれないというんです。深海スキャンのデータでは、
丘のように盛り上がった部分があって、それを取り囲む丸い溝、さらに外側のサンゴのリングという三重の地形があり、これは通常の自然堆積ではありえないパターンなのだそうです。イルワント氏は自身のウェブサイト上でたくさんの図や映像を用いて、この構造について詳しく英語で説明しています。ご興味ありましたら、詳しい資料はそちらをご参照ください。概要欄にリンクを貼っておきます。いかがでしたでしょうか。スンダランド・アトランティス論。ここまで深く掘り下げられる仮説は他には存在しないんじゃないかと思います。でもアトランティスがアジアにあったとすると、もう一つまだ解き明かさなければならない大きな謎が残っています。それはギリシャ神話の神様の名前が出てくるのはどうしてなのかということです。次回はこの件について深掘りしてみたいと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次回お会いしましょう。